はい、どうも、です。今回はですね、5月17日二次更新見ていきたいと思います。で、SBC とですね、新選手、あとエボリューションですね、こちら見ていくんで、よければ最後まで見ていただければと思います。では、早速見ていきます。まず、はじめですね、SBC となっております。まず、デイリーログインですね。久々のこの二次更新情報ということで、ちょっと最近はやってなかった、エボリューションメインでやってたんですけど、今後ですね、エボリューションのティアリストとかもやっていこうと思ってるんで、ちょっと新たな取り組みとしてやっていきますので、よければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、まず、デイリーログインやって、リバラです。はい、スキル5、逆足5となっております。身長177センチ、キャム ST ですね。ベース92のシュート93、パス95、ドリブル95となっております。体感77ですね。プレイスタイルがフィネス、的確持っていて、テクニカル。という迅速、俊速系はなくて、絡みのこなし、ファーストタッチ、トリッカーとなっております。あと、容赦なしですね。で、プレイ目、シャドウストライカー、フォールス9、アドバンスとなっております。これはこれで普通に面白そうだなとは思うんですけど、トップ下っていうところで、4222とか、4231とかで使えるかなっていうところですね。トップ下としてはどうなのかなっていうところはあるんですけど、リバラ自体、相手にいて何回か使われましたけど、結構ドリブル取りにくい印象があるんで、個人的にはちょっと気になる選手ではあるかなと思います。ちょっと優先度はあんまりめっちゃ高いっていうわけではないですけど、使用感気になる選手かなって感じですね。はい。で、847は引き続きということで、ショーダウンが今日までとなっております。気になって方は作成をお忘れなくということで、はい。で、セリエ TOTS チャレンジが来ております。で、100戦車アップグレードまだあるという感じになってます。で、78ピック、78ですね。で、86ピックが、今回来ております。今回852から86多分1名になったということで、条件は84の条件となっております。こちら変わらずですね。で、こちら、もう一人、新選手になっております。スキル5逆足5の ST ですね。で、ペース91、シュート94のパス84、ドリブル94の体感92となっております。プレイスタイルめちゃくちゃ良くてですね、フィネスの低弾度のファーストタッチ、もうこの組み合わせやばいなと思います。めちゃくちゃ強いんじゃないかなと思ってるんですけど、俊足テクニカルの鋭い的確、的高、トリッカーですね。で、あとこれに、シールドあればよかったなとは思うんですけど、ターゲットフォワード、テントリア、アドバンスフォワードフォース9となっていて、ターゲットフォワード以外はプラプラですね。これちょっと作ろうかなと思っております。10万ぐらいっていうところもありますし、正直やっぱりこのファーストタッチからの低弾道が今めちゃくちゃ強い印象があるんで、パスも悪くないですし、ペースも、ハンターか、この辺何かつけてあげれば全然乾燥しますので、普通に強いんじゃないかなと思っております。こっちは結構気になる選手ではあるかなって感じですね。830は引き続きとなっております。で、92が、この後エボでも紹介するんです。92がエボ大賞入ったということで、アンディを作っておこうかなと思っております。今回スタム150万で買ったんですけど、スタム作っていればですね、こういう150万とか後で苦労しなかった部分もあるんで、アンディはちょっとじっ見て作ろうかなと思っております。とうとう92まで対象入ってきたんで、結構早いなとは思いつつもですね、こういう SBC あるものはできれば作っておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。ということで SBC になっていきます。SBC に関してはその別のティアリストの方で動画出すので、よければそちら詳しい情報はそちらを見ていただければと思うんですけど、まず、一つ目ですね。これが総合で最大92となっております。ポジション CM、CDM ですね。プレイスタイルが最大10のプラス3、ポジション合計が2となっております。守備15の的確9ですね。守備が94まで上がります。で、ポジション CDM のボランチ、プラプラ、レジスタ、プラプラのスラドリパス、ペース5のシュート16、体感15ですね。で、プレイスタイルテクニカルの的確なパス、ポジション CM、パスカット、パス90、ペース90、スキルムーブ4、ボックスボックスボランチです。なっております。で、これが結構対象多くてですね、この辺バーっと入ってるんですけど、今まで育ててきてた自分もフレッジとかですね。これが、パス99でですね、他が90超えとなっていて、プレイスタイルも的確鋭いとなって、これはこれで優秀かなと思います。で、バルベルデとかも、今回、対象に入っていてですね、的確ついて、
で、テクニカルとかブロックあってパワーシュとなっております。これはこれで普通に強いんじゃないかなと思います。で、シンポジとして CDM を作っているのもでかいかなって感じですね。で、自分の場合はベリンガムですね。こちらも今までベリンガム、CDM ついてなかったんですけど、スキル5、逆足5、55となって、しかも CM キャム CDM で、ベース90で、守備94ですね。他も95へとなっております。で、鋭い的確ついて、敵高持ってないのはちょっと気にはなりますけど、あと予測がなかったりとかしますけど、テクニカルですね。CDM ができるベリンガムが、完成するという風になっております。で、他にもですね、まだまだ対象になっている選手いるんですけど、その中でもですね、ビエラとかも、アンギさんもちろんいますね。ビエラがもう一つ、サンダーの方は自分はもうエボしてしまっているので、あっちはあっちでいいのかなと思うんですけど、これはこれでまた強いビエラで CDM ができるようになったというところも込みでありなのかなと思います。テクドリもついて、予測がないっていうところがちょっと気にはなりますけど、シンポジもついたというところで、また違ったビエラ可能かなと思います。ビエラが普通にこの最近対象めちゃくちゃ入ってるのもすごいなと思いますけどね。はい。で、この辺にもね、過去を英語した選手ももちろん入ってはいるんですけど、ビティーナとかもいて、個人的にちょっとめちゃくちゃ気になってる選手、これでもいいかなと思ってるぐらいなんですけど、スキルの逆足5でスコールズでレート94のペース90、シュート90のパス99です。ドリブル91なんですけど、バランス、リアクション、コントロール、レース差がもうほぼっていうか、コントロールが98ですが、他99。守備もインターセプト99。で、ヘディング、守備意識も98となっております。で、スタミナも99、積極性も99なんですよね。プレイスタイル見ても、鋭い的確で、敵高あって、で、テクニカルもあってというところで、これめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思っております。白プレッサー別でつけてあげたいなっていうぐらいの、量なので、これで例えば容赦なしとか、他もつければもっと強いんじゃないかなと思うんですけど、これ、すごい気になっております。はい。ということで、このエボに関しては以上になります。また詳しい情報に関しては別動画で見てもらえたらなと思います。ドリームクラッシャーということで、センターバックで、これは総合で最大91、ディフェンス92のペース98となっております。で、ST になってペースが92まで上がって、シュートはめちゃくちゃ上がりますと。で、パス86、リアクション88、コントロール88のフィネスもついて、俊足ですね。俊足プラがつきますと。最初に俊足プラかな。で、シールドがついて、こういうポジション60で95まで上がって、決定力も95まで上がると。アドバンスフォワードプラのエアリアルプラがついてターゲットフォワードになっております。で、最後に低弾道プラですね。めちゃくちゃなエボにはなっております。はい。で、こんな感じになっていてですね。例えば、配布されてたコナテとかも対象入ってるんですけど、予測ですね。あと、俊足エアリアルとなって、これはこれで面白いなと思います。ちょっと当時はですね、ドリブルというか、硬さがあってなかなかうまくいってなかったですけど、今回も俊足もついたということで、スパサブ枠としても普通に使えるんで、気になる点としては守備意識がちょっと低いというところですね。守備と体感が今回上がってないので、そこですね。そこがもともと数値高くないと結構きついのかなと思うので、そこが懸念点ではあるかなと思います。で、自分の場合は別のエボで、このビセック、やってたので、ビセックの俊足持ちに今回なりますと。で、これも守備部分なんですよね。気になるのは。これがどうなのかなっていうところで、守備は全持ちになっていて、やはりは今回つかなくなってるんですけど、俊足の予測、ジョッキなんで、悪くはないかなと思います。できれば守備上げたいなっていうところがあるんで、ちょっと悩ましいところではあるんですけど、ビセックもこういうので可能になっております。サリバーとかですね、いろいろあったりとかして、ダイクは結構人気枠ではあるんですけど、エアリアル、俊足低弾道ということで、ペース90のシュート97ですね。シュート値がめちゃくちゃになってるんで、プレイスタイルこんな感じでなっておりますと。前線でこれがいるのもちょっと嫌だなとは思うんですけど、
まあこういう感じでもできるという風になっております。まあディフェンス83なんで、そこが、加速ですね。加速が83なんで、そこがどうなのかなっていうところはあるんですけど、っていう感じですね。まああと、スタムかな。直近で、まあ俊足指導をつけたとこだったんですけど、まあ、プレイスタイルめちゃくちゃ優秀ですね。これエアリアルの、俊足ブルーザーで低弾道となっていて、まあディフェンス値もともと高さもあるんで、まあこれに俊足がついてるところで、まあどうなんだろうって感じですね、スタムも。まあ3つ持ちになるんで、まあ ST っていうのは正直難しいのかなと思うんで、まあセンターバックとして、まあ、もともと使われてるやつを作ってあげる方がいいのかなとは思います。なかなかこのあたりがね、難しさはあるなとは思うんですけど、まあ、フンメルスとかも、まあ、もともと使用感いいですし、まあ、ここに俊足つけてっていうのもありなのかなと思います。まあ、ボンビートとかも入ってますし、今回。まあ、スピードお化けとしてはいろいろ作れるんじゃないかなと思います。ちょっとここの辺はですね、また別動画で、上げますので、よければそちら見ていただければと思います。はい。まあ、訓練とかももちろん入ってはいるんですけど、これ多分守備値が全く上がってないので、癖しかない訓練になってるかなと思います。はい。っていう感じです。で、新戦士ですね。こちら見ていきたいなと思います。セリエですね。こんな感じでバストにとかいろいろ来てるんですけど、ちょっとこれだと、まあ分かりにくいかなと思うんで、まあ値段相場とかも含めて、ちょうどこの動画撮ってるのが6時ぐらいなので、まあ6時ぐらいの値段帯見ていただければと思います。はい、こちらですね。レテギが300万ということで、これもファーストタッチ、低弾道、あとフィニスがついているとなっております。ちょっとまあ初動高めだなって感じですね。あとはまあいろいろ来ていて、今どことかですね。まあラファレオテオが今回入ってないので、ちょっとここは衝撃だったかなっていう感じはするんですけど、あとこのキーパーが絶対3つ目というか、3つついてても、パス系作るのがちょっと残念感はあるなって感じですね。でテュナムも生きております。まあ、インセプブルーザ的確ということで、まあ、こちらのテュナムも瞬足低弾的高となっていて、まあ、結構コスパよく10万台となっております。てか、100万超えているのがそもそもですね、バストーニと、レティだけということで、まあ、めちゃくちゃコスパ、になってしまってるなっていう感じですね。まあ、前回の分ですが、すごい良かったのが、まあ、これ見ててもわかるかなっていう感じに、なっております。まあ、こちらも4つ持ちですけど、もうすでに88万ですし、まあ、インセプ予測あって敵高もあって、まあ、的確がやっぱないの、気になるかなって感じですね。まあ、守備的な部分も結構高いんで、守備貢献度は高いかなとは思うんですけど、的確があれば、もう本当に文句なかったかなと思います。普通にまあでも強さはあるんじゃないかなと思います。ここちょっと気にはなるなって感じですね。まあバレッダですね。まあこちらもともとずっと使用感良くて、まあこれもドリブル数値もうほぼ完成に近いですし、まあこれはまたどこかのタイミングで使いたいなと思います。はい。レテキが、290万ということで、まあこのプレイスタイルの良さですかね。55もありますし、まあ普通に強いかなと思います。フィジカルも99、しかもやや長なんですよね。はい。まあ、迅速がないのはちょっと気にはなりますけど、強いと思います。これもウィングとかもできればもっと良かったなっていうところはあるんですけど。キーンですね。まあ、キーンも過去にエボを使われたんですけど結構強かったんで、まあ、これも普通に強いんじゃないかなと思います。まあ、やや長にできないっていうのがちょっとどうなのかなっていうところはあるんですけど、まあ、使用感はいいのかなと思います。はい。っていう感じですね。で、今回こちらなっております。NWSL ですね。ウィルソンが個人的には一番気になってますね。ファーストタッチあって、低弾道、フィネスの迅速持ちなので、しかもフィジカル96個あって、ドリブルも97あって、動き軽い中での、しかもこのフィジカルの高さと、まあ、低弾道で前向いて、一発シュート打ってるところも込みで、スミス、これめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。
で、まあ、ロドマンとかも、来てるということで、まあ、テーラーの指導も持っていて、まあ、これも普通に強いんじゃないかなと思います。まあ、こちらが結構いい選手多いなってところですね。で、チャビンガ、ですね。まあ、前回来てるチャビンガの別バージョンになりますけど、パワーシュ、鋭い、俊足、低弾道となっております。まあ、能力値もめちゃくちゃ良くてですね。まあ、テクニカルとかないんで、この辺のドリブルの硬さっていうのはどうなのかなってところなんですけど、168センチで、右サイドできるのもでかいなって感じですね。左だけじゃなくて右もできるんで、両サイドからガンガンいけるっていうところはいいかなってところになっています。ただ、レフト、左利きなんで、右に置くとどうしてもトリベタが打てなくなるんで、ここはちょっと残念感あるかなっていうところはあるんですけど、まあ、パワーはシュじゃなくて低弾道か。まあ、俊足鋭い。まあ、ST も置けるんで、まあ、ST で置いてみるっていうのもありかなと思います。まあ、ファーストタッチもない、ファーストタッチ指導なんで、これパワーシュのとこは、これがファーストタッチだったらもう完璧だったなと思います。まあ、こちらも普通に、この辺は気になるなと思います。で、こちらですね。で、まあ、シャキリが190万で、前田大然が10万というところで、まあ、こちら100万超えが、まあ、今回だから5人、6人ぐらいかな、になっております。まあ、能力値、まあ、結構高くて、フィネスあって、鋭い的確、テクニカルですね。まあ、金のパス系はめちゃくちゃいいなと思います。まあ、こちらも普通に強いんじゃないかなと思います。はい。はい。ってことで、ちょっと長くなりましたけど、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また紹介していきたいなと思っております。まあ、転売情報ですね。まあ、こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、まあ、狙い価格であったりとか、まあ、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、まあ、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、まあ、金額書いてるって感じですね。はい。で、まあ、今のは高いハイリスクの転売でして、まあ、次に、まあ、低リスクですね。まあ、こちらに関しては、まあ、TOTW とか、まあ、他のこの辺とかですね。まあ、これに関しては、まあ、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、まあ、27,000。まあ、これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。まあ、この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、まあ、書いてたんですけど、まあ、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。まあ、金転売とかは、まあ、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。まあ、最近あんまり金はないかなって感じですね。どうもこんな感じになっております。はい。で、まあ、あとは、成功案件で、まあ、自分が成功した案件とか、まあ、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。まあ、全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、まあ、アップグレー選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、まあ、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。まあ、この辺の情報も、まあ、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、まあ、あとはですね、まあ、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、まあ、プレイ相談っていうのも別でやってまして、まあ、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、まあ、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、まあ、おすすめ選手であったりとかですね。まあ、この辺は、まあ、自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。まあ、動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、まあ、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っているときはあるって感じになります。はい。でですね、まあ、こういう感じなのを今、ずっとまあやってまして、まあ、興味ある方はですね、まあ、概要欄に詳細書いております。まあ、YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、まあ、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。